こんにちは、シャーロットです。今回の動画では、メンタルが強い人と弱い人の決定的な違い10選についてお伝えします。この動画を見ると、あなたのメンタルを強くしなやかにすること、自信を持って生きることにつながります。私は以前は他人の目ばかり気にするような典型的なメンタルが弱い人間で、その後メンタル疾患を発症し、2度の休職も経験しました。そしてそうした経験の中で専門家のアドバイスや専門書籍の情報をもとに100種類近くのメンタル強化の取り組みを試しました。その結果、現在は仕事もプライベートも充実して楽しめるまでに回復することができました。私はこうした経験の中で精神科クリニックでのデイケアで知り合った方々や自分自身の変化などメンタルが強い人と弱い人の違いを詳しく見てきました。この動画ではその決定的な違いを10個厳選してお伝えします。またメンタルが強い人になるためのコツも合わせて紹介してまいります。それでは早速始めましょう。メンタルが強い人と弱い人の決定的な違いの一つ目は、メンタルが強い人は自分の選択に責任を持つ。メンタルが弱い人は自分の選択を後悔する。です。メンタルが強い人は自分の選択に責任を持ちます。そうした選択は自分の意思や判断に基づいて行われています。選択に責任を持つことで自分の選択の結果や影響を受け入れることができます。また、選択に責任を持つことで自分の選択に満足や誇りを感じることができます。一方、メンタルが弱い人は自分の選択を後悔します。そのような選択は自分の意思や判断に基づいて行われていません。選択に後悔することで自分の選択の結果や影響に不安や不満を感じることがあります。さらに、選択に後悔することで自分の選択に不信や罪悪感を感じることもあります。メンタルが強い人になるためには自分の選択に責任を持つことが大切です。自分の選択に責任を持つためには次のようなことをしてみましょう。自分の意思や判断を明確にする。自分の選択の結果や影響を率直に受け止める。など。これらにより自分の選択に責任を持つことができればメンタルが強い人に一歩近づきます。次、二つ目は、メンタルが強い人は自分の失敗を認める。メンタルが弱い人は自分の失敗を隠す。です。メンタルが強い人は自分の失敗を認めます。失敗を認めることで自分の問題点や改善点を見つけることができます。また、失敗を認めることで自分の能力や価値を客観的に評価することができます。一方、メンタルが弱い人は自分の失敗を隠します。そのような失敗は自分の劣等感や恥ずかしさの原因と捉えています。失敗を隠すことで自分の問題点や改善点を見逃すことがあります。さらに失敗を隠すことで自分の能力や価値を過小評価することもあります。メンタルが強い人になるためには自分の失敗を認めることが大切です。自分の失敗を認められる人になるためには次のようなことをしてみましょう。自分の失敗の原因や結果を分析する。自分の失敗から学ぶべきことを見つける。自分の失敗を他人に素直に話す。など。これらにより自分の失敗を認めることができればメンタルが強い人に一歩近づきます。そして三つ目は、メンタルが強い人は他人の意見に左右されない。メンタルが弱い人は他人の評価に依存する。です。メンタルが強い人は他人の意見に左右されません。そうした意見は自分の判断や行動の参考にするだけであり、決定的な基準にはしません。他人の意見に左右されないことで自分の信念や価値観を貫くことができます。また、他人の意見に左右されないことで自分の自由や幸せを守ることができます。一方、メンタルが弱い人は他人の評価に依存します。そのような評価を自分の判断や行動の基準にしてしまいます。他人の評価に依存することで自分の信念や価値観を曲げることがあります。さらに他人の評価に依存することで自分の自由や幸せを損なうこともあります。メンタルが強い人になるためには他人の意見に左右されないことが大切です。他人の意見に左右されないためには次のようなことをしてみましょう。自分の信念や価値観を明確にする。
自分の判断や行動の理由を自分に説明する。他人の意見を聞くときは、その根拠や動機を考える。など。これらにより他人の意見に左右されないことができれば、メンタルが強い人に一歩近づきます。それでは次、4つ目は、メンタルが強い人は自分の感情をうまく表現する。メンタルが弱い人は自分の感情を抑え込む。です。メンタルが強い人は自分の感情をうまく表現します。そうした感情は自分の心の状態やニーズを伝える手段と捉えています。感情をうまく表現することで自分の心のバランスを保つことができます。また、感情をうまく表現することで他人とのコミュニケーションや関係を円滑にすることができます。一方、メンタルが弱い人は自分の感情を抑え込みます。そのような感情は自分の心の弱さや問題を示すものと捉えています。感情を抑え込むことで自分の心のバランスを崩すことがあります。さらに、感情を抑え込むことで他人とのコミュニケーションや関係を困難にすることもあります。メンタルが強い人になるためには自分の感情をうまく表現することが大切です。自分の感情をうまく表現するためには次のようなことをしてみましょう。自分の感情を正確に認識する。自分の感情を適切な言葉や行動で伝える。自分の感情を他人へ丁寧に伝える。など。これらにより自分の感情をうまく表現することができれば、メンタルが強い人に一歩近づきます。次に5つ目は、メンタルが強い人は自分の夢を追い続ける。メンタルが弱い人は自分の夢をすぐに諦める。です。メンタルが強い人は自分の夢を追い続けます。そうした夢は自分の人生の目的や方向性を示すものと捉えています。夢を追い続けることで自分の人生に意味や価値を感じることができます。また、夢を追い続けることで自分の可能性やチャレンジを広げることができます。一方、メンタルが弱い人は自分の夢をすぐに諦めます。そのような夢は自分の人生の困難や不安を示すものと捉えています。夢をすぐに諦めることで自分の人生に意味や価値を見失うことがあります。さらに、夢をすぐに諦めることで自分の可能性やチャレンジを狭めることもあります。メンタルが強い人になるためには自分の夢を追い続けることが大切です。自分の夢を追い続けるためには次のようなことをしてみましょう。自分の夢を明確にする。自分の夢に向かって具体的な計画や行動をする。自分の夢に対する情熱やモチベーションを維持する。など。これらにより自分の夢を追い続けることができれば、メンタルが強い人に一歩近づきます。次、6つ目は、メンタルが強い人は自分の目標に集中する。メンタルが弱い人は自分と他人を比較してしまう。です。メンタルが強い人は自分の目標に集中します。そうした目標は自分の夢を実現するための段階や指標と捉えています。目標に集中することで自分の進捗や成果を確認することができます。また、目標に集中することで自分の努力や成長を認めることができます。一方、メンタルが弱い人は自分と他人を比較してしまいます。そのような比較は自分の劣等感や嫉妬の原動力となっています。自分と他人を比較することで自分の進捗や成果を見落とすことがあります。さらに自分と他人を比較することで自分の努力や成長を否定することもあります。メンタルが強い人になるためには自分の目標に集中することが大切です。自分の目標に集中するためには次のようなことをしてみましょう。自分の目標を明確にする。自分の目標に合わせて具体的な行動や評価をする。自分の目標に対する達成感や喜びを味わう。など。これらにより自分の目標に集中することができれば、メンタルが強い人に一歩近づきます。そして次に7つ目は、メンタルが強い人は変化に柔軟に対応する。メンタルが弱い人は変化に抵抗する。です。メンタルが強い人は変化に柔軟に対応します。そうした変化は自分の人生の刺激やチャンスと捉えています。変化に柔軟に対応することで自分の環境や状況に適応することができます。また、変化に柔軟に対応することで自分のスキルや知識を更新することができます。
一方、メンタルが弱い人は変化に抵抗します。そのような変化は自分の人生の不安や危険と捉えています。変化に抵抗することで自分の環境や状況に固執することがあります。さらに変化に抵抗することで自分のスキルや知識を陳腐化させることもあります。メンタルが強い人になるためには変化に柔軟に対応することが大切です。変化に柔軟に対応するためには次のようなことをしてみましょう。変化をよく観察し分析する。変化に対してポジティブな姿勢を持つ。変化に対して新しい学びや挑戦をする。など。これらにより変化に柔軟に対応することができればメンタルが強い人に一歩近づきます。それでは次、8つ目は、メンタルが強い人は自分の弱点を認める。メンタルが弱い人は自分の弱点を隠す。です。メンタルが強い人は自分の弱点を認めます。そうした弱点は自分の人間性や個性を示すものと捉えています。弱点を認めることで自分の自己需要や自己肯定感を高めることができます。また弱点を認めることで自分の補完や改善を求めることができます。一方、メンタルが弱い人は自分の弱点を隠します。そのような弱点は自分の劣等感や恥ずかしさの原因と捉えています。弱点を隠すことで自分の自己需要や自己肯定を低下させることがあります。さらに弱点を隠すことで自分の補完や改善を避けることもあります。メンタルが強い人になるためには自分の弱点を認めることが大切です。自分の弱点を認めるためには次のようなことをしてみましょう。自分の弱点を自分に問いかける。自分の弱点を客観的に分析する。自分の弱点を自分や他人に素直に話す。など。これらにより自分の弱点を認めることができればメンタルが強い人に一歩近づきます。次に9つ目。メンタルが強い人は感謝の気持ちを持つ。メンタルが弱い人は不満の気持ちを抱く。です。メンタルが強い人は感謝の気持ちを持ちます。そうした感謝は自分の人生の豊かさや幸せを認識するものと捉えています。感謝の気持ちを持つことで自分の人生に満足や喜びを感じることができます。また、感謝の気持ちを持つことで他人との関係や協力を深めることができます。一方、メンタルが弱い人は不満の気持ちを抱きます。そのような不満は自分の人生の不足や不幸を強調するものと捉えています。不満の気持ちを抱くことで自分の人生に悲しみや諦めを感じることがあります。さらに不満の気持ちを抱くことで他人との関係や協力を妨げることもあります。メンタルが強い人になるためには感謝の気持ちを持つことが大切です。感謝の気持ちを持つためには次のようなことをしてみましょう。自分の人生の良いことや幸せなことをあげる。自分の人生に関わる人や物に感謝の言葉や行動を表す。自分の人生の困難や苦労にも感謝の気持ちを持つ。など。これらにより感謝の気持ちを持つことができればメンタルが強い人に一歩近づきます。最後、10個目となりました。10個目は何だと思いますか？それでは最後の10個目は、メンタルが強い人は自分を信じる。メンタルが弱い人は自分を疑う。です。メンタルが強い人は自分を信じます。そうした信頼は自分の能力や価値を認めるものと捉えています。自分を信じることで自分の自信や自尊心を高めることができます。また自分の行動や判断に確信を持つことができます。一方、メンタルが弱い人は自分を疑います。そのような疑念は自分の能力や価値を否定するものと捉えています。自分を疑うことで自分への信頼や自尊心を低下させることがあります。さらに自分を疑うことで自分の行動や判断に迷いや恐れを感じることもあります。メンタルが強い人になるためには自分を信じることが重要です。自分を信じるためには次のようなことをしてみましょう。自分の能力や価値を客観的に評価する。自分の長所や成功体験を思い出す。自分の短所や失敗体験から学ぶ。など。これらにより自分を信じることができればメンタルが強い人に一層近づきます。
以上、メンタルが強い人と弱い人の決定的な違い10選について、私の経験をもとに、できるだけ具体的にお伝えしてきました。もし皆様にとって少しでも役に立つなという点がありましたら幸いです。今後もメンタルに役立つ様々な情報をお伝えしていきますので、タイトル右下のチャンネル登録ボタン、左下のいいねボタンをクリックいただけると嬉しいです。そしてメンタルに役立つツールやサービスの URL を概要欄に貼っておきますので、よろしければご覧ください。それでは皆様が少しでも穏やかで心地よい日々が過ごせますことをお祈りいたします。本日は本当にありがとうございました。